はい、スタジオバリアビリスです。今日はね、以前からお送りしている30センチ ×45 センチのケージのパルダリウムですね。そちらのレイアウトの方に池を追加したいと思います。池というか水たまりみたいな感じなんですけど、実はこの池レイアウトをした時から作ってたんですよ。穴だけ掘ってたんですけど、そこにだんだん苔が生えてきましたので、ちょっと落ち着いてきたので、そろそろそこに水を注いでいきたいと思います。はい、なので今日は水を注ぐ、動画です。はい、ただそれだけではちょっと内容が薄いので、レイアウトを立ち上げてからちょうど35日が過ぎましたので、そちらの経過報告もしたいと思います。それでは行ってみましょう。どうぞ。はい、ということで池に水を注ぐ映像と植物が成長している様子をご覧いただきました。池を作った理由は、まずパルダリウムってアクアリウムに比べて立体的な造形が可能なんですよ。アクアリウムだと水で崩れ落ちてしまうような組み方でも、パルダリウムだったら水がないので崩れない造形が可能なんですね。なのでどうしても上に積み上げていくイメージが強いと思います。ですが地面もね、立体的な造形が可能なんですね。なので地面を掘って池を作ってみました。このレイアウトに使用しているケージなんですけど、そこに8センチぐらいかな、水を溜めれるスペースがあるんですよ。そこに土を入れた後に水を入れてから地面を掘ってやると水が出てくるっていう、単純な仕組みですね。そして苔、ウイローモスですね。ウイローモスが成長するのを待った理由としては、水を入れても土が崩れないようにするためなんです。
苔っていうのは根からは栄養を吸収しないんですけど、その代わりに土や岩にくっつく花根っていうのを出すんですね。仮の根を出すので、土に活着するんですよ。そして成長して広がっていくので、土と土を連結する役割があるんですね。なのでウイロモスが十分に成長した後に水を入れてやると、土が崩れないという効果があります。はい、さらにね、このウイロモスっていうのはもともとはアクアリウムで使われるものなんです。水中化できるんですよ。水中の中で成長できる苔なんですけども、なので陸上でウイロモスを育てて地面をしっかり固めてやってから水を注いでも枯れない、水の中でも成長していくので、池となっている水の浄化もしてくれる役割も持ってるんですよ。なのでこのウイロモスっていうのが僕はベストな選択かな。最初から池を作るつもりでウイロモスを生やしました。でそしてその上に植えたブセファランドラも水中化ができるんですよ。っていうのもブセファランドラっていうのはボルネオ島の沢ですね。沢とかの水辺に生えている植物なので、池の近くにあっても、環境的に合ってるんじゃないかなって思います。そういった理由で池を作りました。ということで、池を作ったことで、パルダリウムの環境も少し変わったと思いますので、今後の成長がまた楽しみになりましたね。はい。また何か変化がありましたら報告したいと思います。今日はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは、さようなら。